最初にお部屋の間取りを軽く紹介しますね。我が家は 2LDK で、リビングがこの部屋と、あとこの部屋、あとはこちらのキッチンと洗面所です。寝室はグッズを特に置いてるわけではないので紹介は省きます。ほな、大量にグッズがあるのでサクサクいきますよ。まずはリビングのこっちの壁側、棚には大きいぬいぐるみが2匹います。両方ポケモンセンターで買ったんやけど、まず1個目がキノココのもっちりまん丸クッションっていうグッズと、大器晩成っていうシリーズのヌメルゴンのぬいぐるみです。このシリーズが600族のポケモンがテーマやって、当時めちゃくちゃ好きで買い漁りました。当時の値段は3000円とかやってから、今となってはやっぱその物価高をひしひし感じるね。当時のグッズやっぱめちゃくちゃ安かったんやなーって思ってます。ちなみに私の家にいるポケモンのグッズはもう9割方ポケモンセンターで買ったグッズたちです。ポケモンのグッズ以外省くか迷うけど、ちょっとお気に入りだけ紹介しちゃおう。チェーンソーマンのポチタのグッズ、これ一応照明です。こんな感じで光る。で、横のピカチュウの顔がちょっとなんかいつもと違うじゃん。これがちいかわの長野先生のコラボのイラストのグッズで、24時間ポケモン中っていうシリーズです。カレンダーはポケセンで毎年発売されてるオリジナルの絵柄のもの。絵柄がね、こんな感じで全部可愛すぎて毎年欠かさずに絶対に買ってます。このフィギュアたちが座るポケモンっていうポケセンのオリジナルのガチャガチャ。顔がね、めっちゃいいの。なんか虚無って感じ。特にピカチュウとかマジで良すぎる。これもポケセン限定のガチャガチャ、丸くなるっていうグッズ。このガチャガチャがね、可愛すぎて私コンプしました。このグッズはオンタイムでポケセンに売ってるものなのでぜひ買ってみてほしい。この謎の草のぬいぐるみが三栄貿易っていう会社が出してるオールスターコレクションっていうシリーズで、10年前ぐらいに発売をされたもの。ポケセンのオリジナルグッズでポケモンフィットっていうシリーズがあるんやけど、みんな知ってるかな。人気なポケモンだけじゃなくて、今となってはアローラ地方までの全部のポケモン800匹ぐらいのラインナップがあるアタオカの手のひらぬいぐるみなんやけど、そのおかげでね、今となっては珍しいポケモンのぬいぐるみもちゃんとグッズ化されて手に入るんやけど、ポケモンフィットが出る前ってあんまり珍しいポケモンのぬいぐるみが売られることがなくて、この三栄貿易のシリーズで珍しいポケモンがたくさんぬいぐるみになるっていうのですごい嬉しかった記憶。同じタイミングでデデンネとニョロモも当時買いました。このぬいぐるみが先日のルームツアーでも軽く紹介したんやけど、ポケモンドールズっていうシリーズのグッズ、ポケモンのぬいぐるみのぬいぐるみです。このシリーズがもう好きすぎて昔からもうずっと私は買い続けてます。で、他の部屋にも置いてるから先に紹介するんやけど、こっちの部屋にも何匹かいます。で、台所にはイガギガフンフンちゃんもいます。ポケモンのグッズってやっぱもう今となってはほぼほぼ手に入らないものばっかりやから、このドールズの何匹かはやっぱもう相当なプレネになってるみたいです。絶対に売らんけどな。このビッパとピカチュウのスフビが12のポカンっていうグッズのシリーズのもの。技を忘れた時のなんか緩めのポケモンたちがいっぱいラインナップにいる。台所にはゴンベとヌオーがいて、ハスボーちゃんがいます。このピンバッジがね、非売品なんやけど、これすごいよ。ポケモンカードの公認のジャッジ資格を持ってる人がもらえるピンバッジ。私実はね、ジャッジの資格持ってて、このジャッジの資格の受験票が毎年ポケセンで売られて、それを買ってウェブテストとか面接するんやけど、ウェブテストの成績が上位でかつ高得点の人がもらえるのがこのジャッジの資格書です。興味ある人はね、受けてみてほしい。受験票が毎年も一瞬で売り切れます。これはね、ポケモンじゃなくて任天堂ストアで買ったゼルダの伝説のムジュラの仮面のピンバッジ。私が幼い頃のトラウマゲームです。で、こちらが同じく任天堂ストアで買ったピクミンの花瓶。
人気なので再販と売り切れをずっと長年繰り返してるグッズ。欲しい人は定期的にチェックすべし。私はピクミンっぽくなるようにドライフラワーを一輪挿ししてます。で、ここにちょこんっている不思議種ちゃん。リーメントっていう会社が出してる縁にぴったりコレクションっていうランダムの商品です。他の子はね、こんな感じでクッションがついてるんやけど、不思議種だけついてなくて、めっちゃ可愛いなって思って飾ってます。で、壁についてるお立ちの振り子時計。これはポケセンで半年前ぐらいに売ってたグッズ。当時人気すぎて速攻で売り切れとった。で、時計の下のキッチンカウンターにはポケセンで買ったランプラーの照明を置いてます。こんな感じで光る。で、壁に飾ってる本と別の場所につけてるポスター2枚は全てファンアートの作品なので軽くだけ紹介。ダイニングテーブルに置いてるティッシュカバー。これがかなへいさんとのコラボ商品。めちゃくちゃ可愛いねんこれ。ピカチュウとデデンネがウールーに埋まってる。埋まってるというか溶けてる。このね、ウールーの顔も可愛くてめっちゃお気に入り。次にリビングの真ん中の突っ張り棒に置いてる子たち。これがまだつぼみのルームライト。これめちゃくちゃお気に入りなんやけど、ポケモンコンシェルジュっていうネットフリックス限定のショートアニメに同じインテリアのグッズが出てきて、それを元にグッズ化をしたもの。口がね、こんな感じで光ります。身代わり人形の水を入れて使う素焼きの加湿器で、プランターには木狼のすやすやフレンズっていうぬいぐるみを入れてます。こんな感じでポケモンが本当に住んでるみたいなインテリアが大好きなので、この飾り方我ながらめっちゃお気に入り。上の方はね、ちょっと雑にかけちゃってるんやけど、バチュルのマスコットを吊り下げてます。厳密に言うとこれマスコットじゃなくて、ひっくり返すと中からエコバッグが出てきてカバンになるっていうグッズ。多分クモの巣がモチーフで網ネットになってるんやけど、そのデザインがめちゃくちゃやっぱいいよね。で、こちら少し見えにくいけどチリーンの風鈴です。かなり昔からポケセンに売ってるグッズで、昔に買ったものをね、私の母がうっかり割ってしまって悲しんでたんやけど、数年前に再販してくれて、もう見つけた瞬間即買いしました。また今年もね、どっかのタイミングで再販するんじゃないかなって思ってます。このアチャモと別の部屋にあるホエルコとラプラスのぬいぐるみが、これもポケモンドールズです。って言っても、さっき紹介したポケモンドールズとは少しだけ違って、こっちはね、ルビサファのゲームの秘密基地におけるぬいぐるみのポケモンドールズのシリーズ。お顔がね、めちゃくちゃ可愛くて、3匹ともすごくお気に入りです。ちなみに、天井の照明には、等身大のアブリーのぬいぐるみを吊り下げてます。一番小さいポケモンのうちの1匹、アブリーちゃん。次に、この白い棚の上。去年買ったニョロゾの卓上扇風機。最近ちょっと暑くなってきたから、さっき収納から引っ張り出してきた冬眠明けのニョロゾです。いっぱい働いてもらいます。これは名古屋のポケモンセンターがリニューアルオープンした時の記念グッズで、金のシャチホコならぬ金のコイキング像の小物入れです。この4つのフィギュアがリーメントが出してるテラリウムコレクションっていうシリーズのランダムのフィギュア。個人的に可愛いなーって思った子たちをこうやって並べて飾ってます。で、こちらがさっきうっすら紹介したポケモンフィットっていう手のひらぬいぐるみのダンゴロっていうポケモンです。ダンゴロなんてもうマニアックすぎて、めったにポケセンでもグッズ化されることがないので、やっぱポケモンフィット本当にこういうポケモンが好きな人からしたらすごいありがたい存在やなって思います。で、ダンゴロを置いてるこのトレイが、これもさっき紹介したポケモンコンシェルジュのアニメの中で出てくる木製のトレイをモチーフにしたグッズ。ちゃんとね、木彫りみたいに作られててデザインがめっちゃいい。定期的にガチャガチャでいろんな種類が出るポケモンの指輪、これを集めるのが地味に好きで、こんな感じでトレイに入れて飾る収納みたいにしてます。で、ブラインドカーテンにはポコアポケモンっていう最近出たゲームに出てくるてるてるポワルンっていう家具のマスコットをつけてます。ひっくり返すと
晴れとね雨がね天気の姿で変わります。これめっちゃ良くて、で雨の日にはポワルンもひっくり返して雨の姿にして楽しんでます。次がプロジェクター側のこちらの壁面、 DIY で作った棚にポケセンのサイコソーダっていうシリーズのぬいぐるみをたくさん置いてます。このね謎の草ヌメラゴマゾウチコリータミュウとあとプリンがこのシリーズで、プリンが乗ってるこのミニ竜は最初に紹介したヌメルゴンと同じ大器晩成のシリーズで出たグッズ。めちゃくちゃモフモフやねんこれ。かわいい。このピッピ人形のぬいぐるみが2年前ぐらいに発売されたトラベルグッズ。実はこれぬいぐるみじゃなくてひっくり返すとネックピローになります。ボクリンのフィギュアが猛毒危険っていう毒タイプのポケモンのシリーズが発売された時のクリップホルダー。やっぱりねこの口を開けたボクリンが可愛くて私たち夫婦の推しポケのうちの1匹で、直近のグッズ開封動画でも紹介した等身大ピカチュウのぬいぐるみ、おかえりピカチュウっていう昔のグッズのリメイクのぬいぐるみです。初期のずんぐりむっくり時代の美女。これめっちゃ人気あってゲットするのマジで大変でした。ポケットモンスター金銀の25周年の記念グッズの一つでブックエンドです。2個セットが2種類あって、もう一つはピカチュウとバリヤードでした。両方買ったんやけどこっちの2個がお気に入りで飾ってます。この金銀のグッズがねちょっと話していい？もう転売ヤーが湧きまくっちゃって、発売日の店舗が私が今まで見てきた中で多分過去一で地獄みたいやった。オンラインで買えへんかったからしゃあなし店舗に行ったんやけど、もうマジで取り合い。グッズが棚に置かれた瞬間に手がブワって伸びてきて、で人同士で取り合って怒号も飛び交ってみたいに、できればちょっともうね経験したくないねあれは。でここら辺はポケモン以外のグッズたち、ウーバーワールドとかマリオとかトムジェとかドラクエで、棚の横にはネマシュのライトを置いてます。これ人感センサーついてて前を通るとこのキノコの部分が光る。前のルームツアーでも喋ったんやけど、大事なポケモン友達たちがプレゼントでくれたものです。ちなみにねこれ結構前に発売されたんやけど、今見たらまだポケセンオンラインで売られてるので、気に入った視聴者様がいればぜひおそろっちしましょう。で最後にこのぬいぐるみーず、生拳のクッションは数年前にポケセンで買ったものです。この大きさでねすごいよ。当時たったの4000円ぐらい。大きいショッパーに入れてもう嬉しすぎてルンルンで電車に乗って持って帰った記憶。めっちゃ懐かしい。再販をちょくちょくしてるみたいなんやけど、ふわふわ抱きぬいぐるみっていうシリーズのグッズ。このシリーズがいろんなポケモンがおってマジで全部可愛いのでおぬぬめです。ミノマダムのポケモンフィットを3色分買って吊り下げてます。この飾り方が個人的にめっちゃお気に入りで、ミノムッチも3匹買って同じように飾ろうか迷い中で、リビングの最後、この部屋に置いてるグッズたちです。ここはねまだちょっとさばけてるのであんまり動画には映すことがない部屋。これは昨日買いたてほやほやのジャンプショップのグッズたち、また別の動画で紹介します。このリザードのソフビのフィギュアが昔売られてたポケモンタイムっていう本当に私が大好きだったシリーズのグッズ。絵柄がねめちゃくちゃ可愛くて、クリアファイルとかステッカーとかあとストラップとか当時買い漁りまくってたくさん持ってます。一応このリザードンが手とか足が動かせます。このフィギュアがおやすみフレンズっていうシリーズのガチャガチャです。この溶けてるヌメラちゃんが可愛くて好き。最近ポケモンセンターで抽選販売されたゲームボーイ型再生マシーンっていうグッズ、カートリッジが何十枚ってセットでついてきて、入れ替えるとねいろんな BGM が流れる。このポンチョを着たピカチュウのぬいぐるみがポケセンでね昔シリーズ化をしてたもの。コイキングの方はポケモンセンター広島のオープン記念のグッズで、メガリザードン Y の方はポケモンセンターメガ東京のオープン記念のグッズで、真ん中のこのマスコットがオンラインではね売られなかった店舗限定のマスコット。
私が実は広島出身なので、このコイキングと色違いのギャラドスはめちゃくちゃ愛用してます。ガラルサニーゴのペーパーウェイト。去年のハロウィンのグッズで比較的最近買ったグッズの一つです。このハンバーガーのピカチュウのクッションが去年に買ったピカチュウダイナーっていうシリーズのグッズ。これもね、金銀に負けず劣らずでだいぶ大変やってん。でも金銀の時と違って公式が事前に人気なのを予想してある程度対策はしてくれてたので、整理券さえ手に入ればあとはすんなりと平和には買えました。デスクに置いてるヤブクロンのゴミ箱が、これゴミ箱としては使ったことないんやけど、なんとなくここに置いてます。で、有効ボードに飾ってるグッズたち2、1、もう6時みたいです。このキノココが最初に紹介したもっちりまん丸クッションのマスコットバージョン。造形がめちゃくちゃ好きで、このキノココ。ちなみに旦那の推しです。ナックラーのホッチキスが噛みつきたいっていうシリーズのグッズ。ワニの子とか深丸とかホゲードとか、なんかそっち系のその噛みつくを覚えるポケモンがテーマのグッズで、マジで全部可愛かったんこれ。このジラーチがね、日本には実は売ってなくて、中国のポケモンセンターのグッズを代行通販サイトで買ったもの。ちなみにバッジです。このバタフリー不安定ミミッキュのフィギュア。これがリーメントのスイングビネットっていうグッズのもの。本当はね、このフィギュアを吊り下げる台座も一緒にセットになってるんやけど、フィギュアだけを取り外してここにかけてます。他のポケモンもね、これめちゃくちゃ可愛いから欲しいなーって思ってる。このアクリルブロックがこの間発売したばっかりの30周年記念グッズの絵柄のもの。12月まで月替わりで世代ごとの御三家の絵柄が順番に発売されるんじゃないかなって思ってて、案の定先週に金銀の3匹の絵柄も発売したので、もちろん買いました。で、こっちは同じ絵柄のロールクッキー缶です。これも金銀のバージョンも買いました。ポケモンフィットの公園御三家のぬいぐるみを置いてます。ルビサファがね、私が小3かな？小3の頃に初めて発売を心待ちにして遊んだゲームなので、もう青春度世代って感じのゲーム。横の真夏もみは旦那がね、作ってくれたアイロンビーズです。次に後ろにある棚に置いてるグッズ。アクセサリーの横には先日発売されたばっかりのポケモンキッズっていう指人形を置いてます。この3匹がね、ちょっと上向いてる感じがいいよね。見守ってくれてるみたいな。上には始まりのピカチュウっていう30周年の記念のぬいぐるみを置いてます。で、その上にはデデンネと、あとユリイカっていう XY の時にアニポケでサトシと一緒に旅をしてた幼女がデデンネを入れて持ってたポシェット。ポケモン豆知識なんやけど、ポケモンの世界って10歳にならないとポケモンを捕まえちゃダメっていう決まりがあって、ユリイカがね、幼い頃にゲットじゃなくてキープですって言って手持ちじゃないデデンネを連れ歩いてた。だいぶ法律スレスレじゃない？ポケパーク関東に行く時に作った推しバッグ。中にね、ポケモンじゃなくてこんな感じでポケモンの道具を詰め込んでトレーナーになるっていうコンセプトで作りました。我ながらめっちゃいいよね。視聴者さんの一人が娘が真似して作りましたって写真を DM で送ってくれてめちゃくちゃ嬉しかった。ハンガーラックには石つぶてのハンガーをかけてます。このハンガーラックがね、知る人ぞ知るヘイっていうおしゃれブランドの家具なんやけど、石つぶてもまさかそんなおしゃれな家具に使われるとは思ってなくてびっくりしてると思う。はい、次にキッチン。もうちょっと正直疲れてきたんやけど、キッチンにも大量にグッズがあるのでもう全部喋ります。もうちょっとだけ付き合ってほしい。一番上の段に置いてるピカチュウのマスコットがさっき紹介したピカチュウダイナーっていうシリーズのマスコット。当時このマスコットがオンラインで一瞬で在庫が解けて、自己受注生産で予備で買ったものが1年越しにもうすぐ届きます。ニャオハのカンカンがポケモンセンターで売ってた紅茶の茶葉の入れ物。マグカップがこの段に2つ。こ
ちがね最近発売された乱れ咲きっていうシリーズのマグカップ。取っ手についてるポポッコが可愛すぎてめっちゃお気に入りで、こっちのマグカップがポケセンで正月初っ端1月1日に発売されたネズミのポケモンのグッズ。ネズミ年に発売されたから6年前になるんかな。でここにも同じシリーズのデデンネのクリップがあります。ちなみにデデンネちゃん私の最推しのポケモンです。ポコポケに出てくる少し色の薄いピカチュウ、通称ウスチュウちゃんのルームライトです。この子はマリオに出てくるキノコです。ではなくて正真正銘コジオっていう岩塩かな、岩塩がモチーフのポケモンなんやけど、中に塩入れて使えるソルトボトルです。ちょっともったいなくて使わずにただ飾ってはいる。で横のカビゴンはポケモンカフェっていう大阪の心斎橋と東京の日本橋の2カ所にある常設のカフェ、そこで買える限定のフィギュアで、一応このカビゴンとあとコップの縁におけるピカチュウとゲンガーのフィギュアもセットになってた。ヌメラとメタモンのフィギュアもこれもリーメントのグッズ。このグッズがね全種類可愛すぎてつなげて飾れるからたくさん買おうかなって当時死ぬほど迷ったんやけど、友達の推しがいっぱいラインナップされてたからみんなでもう1個箱買いして分け分けした。で下の段にももう一つマグカップがある。これがね取っ手がないからちょっと実用性に欠けるのでただ飾ってます。でこのタンブラーが先ほど紹介したかなへいさんとのコラボの絵柄のタンブラー、かなり愛用してるんやけどプリントが剥げへんかちょっとヒヤヒヤしながら使ってる。でこれがメタモンだもんっていう8年前ぐらいにポケセンで売ってた蓋付きマグカップの蓋。メタモンがね可愛すぎてお気に入りなので蓋だけ使ってます。これがサボネアちゃんのクッキージャー、中に物が入れれます。見てほしい。一応クッキージャーなのでロータスを入れてます。よいしょ。コイルのマスコットがジラーチと一緒で中国のポケセンのグッズ。顔がねこれ6種類ぐらいラインナップがあって一番可愛いなって思ったこの顔を買いました。あんまないよねこういう顔で、ピリッパーのこれは飴と一緒に売ってた飴受け皿イメージのケースみたいです。飴受け皿っていうペリッパーの特性やね。開き方やばくて一回顎が外れて開くヌメラのシリコンの蓋、これが去年のクリスマスのグッズ。雪だるまヌメラがめっちゃ可愛いんやけどちょっと今から季節感が大外れになるから一旦収納するかどうか迷い中。これだからねシーズングッズはちょっとね困る。でレジワロス粗大ゴミ漬物石ちゃんです。レジギガスがね知ってる人は知ってると思うんやけどスロースターターっていうもう数ターン動けんっていう弱すぎる特性やね。あと映画で変な声を出すせいでめちゃくちゃネットミームにされてるっていうポケモン。このタッツーの醤油差しとここにあるミニーブのオリーブ入れがポケモンセンター香川がオープンした時の記念グッズ。ピカチュウのナルゲンボトル、これ使いすぎてもうボロボロ。ポケモンのカップがここには3つ。リトルデイドリームっていうさっき紹介したおたちの振り子時計と同じシリーズの絵柄、進化系のぬいぐるみをもらって一緒に過ごすっていう可愛すぎるイラストのテーマのグッズ。一緒についてきたマドラーのトゲキッスちゃん、これ目的で買った。ニョロニョロフレンズっていうヘビみたいなポケモンがモチーフのシリーズのグッズ。この持ち手がミニ竜になってるのが可愛すぎてもう絶対に当時欲しくてオンラインで発売と同時のタイミングで即買いしたグッズ。同じシリーズのタンブラー、マジ全ポケモン可愛すぎる。これがタモのグラス、可愛いんやけどドリンクが入る容量が少なすぎて実用性にはちょっと欠ける。でこのガラスに入ってるフィギュアがポケセン限定の
水に浮かぶガチャガチャ。なぜかね、ピカチュウだけ中に水が入っちゃって、こんな感じで常に溺れてんねん。で、キッチンの壁についてるコイルと夜回るはポケセンで売られてたマグネットキーフックです。コイルにモクロウのポケモングラッシーガーデニングっていう5年前ぐらいのシリーズのマスコットを引っ掛けて飾ってます。これがこの間買ったばっかりの怪力の栓抜きなんやって感じやけど、特訓中っていう格闘タイプのポケモンがテーマのグッズ、ずっとこうやって見てマッスルポーズ取ってくれてる。で、このワンちゃんたち5匹がマイリトルビースティっていう犬ポケモンがテーマのグッズのマグネットコレクション。イラストが好きすぎて当時箱買いをしました。で、一応換気扇の上に金のコイキング像のマグネットとコライドンのマグネットを別で貼ってます。最後に洗面所。さっき紹介したリトルデイドリームっていうシリーズのコスメバニティです。と、カナヘイコラボのピカチュウのヘアバンド。洗濯機の上にピカピカマートっていうポケモンのスーパーマーケットがテーマのシリーズの時に売られてたランドリーボトルと洗剤パッケージ風のポーチを置いてます。お疲れ様でした。めっちゃ喋ったけど大丈夫やった？飽きずに見てくれてたら嬉しいです。お部屋に今飾ってる子たちは多分これで全部紹介をできたと思う。ここまで見てくれた人マジでありがとう。私のことが好きで見てくれてるか、もしくはポケモンが好きじゃないと、とてもじゃないけどこんなダラダラ喋ってるの見れへんよなって思います。もう一回伝えとくね、ありがとう。これ以外にもグッズ山ほど持ってるから、ポコポケとか動物の森で持ってる家具の中から何飾ろっかなーって楽しむみたいに、私もグッズは定期的に気分で入れ替えたりしてるので、半年後ぐらいには置いてるグッズがガラッと変わってる可能性大いにあります。なのでまた紹介できればいいかなって思います。ルームツアーの動画もまだ見てない人はぜひここのどっちや上のここタップして見てみてください。ほな皆様本日もお疲れ様でした。また明日からも楽しく頑張りましょう。バイバーイ。